誰がわがまま放題な女好きになるかよ。金があるから仕方なく言うこと聞いてやってたの。金がないお前なんてゴミ同然だね。彼は私の頭の上にワインボトルを傾けた。ワインがボトボトと音を立てて私にこぼれ落ちる。今まで優しかったはずの彼の態度が全く違ってしまってショックだった。彼は社長令嬢である私のことが好きで、私自身が好きというわけじゃなかったということに、目の前が暗くなっていくのを感じた。私は坂田玲子、21歳。会社の社長令嬢として何不自由なく暮らしてきた。父も母も私を可愛がってくれて、昔から怒られたことなんて一度もなく、毎日甘やかされて育った。今思うと本当に生意気な子供だったと思う。お父さん、私欲しいものがあるの。おお、何が欲しいのかパパに言ってごらん。何でも買ってあげるよ。私、ピアノが欲しい。私が欲しいと言ったものは何でも買い与えてくれる両親。何の疑問も持たずに自分の欲望のままに両親に甘える生活を過ごしていた。ねえ、私の相手をしてちょうだい。お嬢様、私は仕事がございますので。そんなものより私の相手をしなさい。かしこまりました。わがままを言っても誰もが言うことを聞いてくれるため、私はそれが当然のことだと疑うこともなく、私の世界のすべてだと思っていた。お手伝いさんたちは私に逆らうことができずに、いつも好き勝手させてくれたけど、末直樹は違った。直樹は会社の秘書の子供で、年が近いのでよく一緒に遊んでいた。はじめは屋敷に仕えている人間同様、私の言うことを何でも聞いてくれるんだと思っていたが、直樹だけは違った。玲子、お手伝いさんを困らせてはダメだよ。私のお手伝いさんなんだから困らせたっていいでしょ。ダメですよ。相手にはお仕事があるんですから。嫌よ。誰も相手してくれなくてつまんないんだもの。じゃあ、俺が相手しますから。直樹は唯一私を叱ってくれる相手だった。屋敷の中で両親さえも私を怒ったことがないっていうのに、直樹だけは私に向かって大声を出してくる。危ないからダメだって言ってるでしょ。嫌よ。私に向かって怒るなんて失礼じゃない？怒ってませんよ。心配して言ってるんです。心配しているから大きな声を出して怒るという直樹の言葉は全く理解できなかった。屋敷のお手伝いさんたちは心配するといえば目の前でオロオロする程度。直樹だけは全く違った反応をしてくるため、私はいつも不思議に思っていたのを覚えている。こんなダサい格好嫌よ。もっとスカートが短い方が可愛いじゃない。学生生活はきちんと校則に従ってください。周りと同じにしませんと。嫌よ。私とあいつらは違うんだから。特別で当然でしょ？高校に入学したとしても、私の行動に全く変化はなかった。男子は私に気に入られようと媚びを売ってくるし、女子は目をつけられないように、いつも言うことを聞いていた。そんな学校生活の話を直樹にすると、いつも注意される。同級生を使ってはダメですよ。友達なんですから。友達なんかじゃないわ。あいつらは私のしもべよ。玲子、そのままでは孤立してしまいますよ。直樹は私の心配をしてくれたが、私は孤立するということはなかった。クラスメートは全員私に気を使っているし、何かあると必ず意見を求めてくる。大学に行っても全く変化がなかった。私の周りにはいつも言うことを聞いてくれる男性ばかりが集まり、女性も声をかければ必ずうなずく。誰も私に逆らえないのだと私は思っていた。今思うと本当に性格が悪かったんだなとつくづく思う。その頃腐れ縁だった直樹は成績が良かったために私の家庭教師をするようになった。直樹は
真面目に私の勉強を教えてくれた。わざわざ私に教えるために前もって勉強するほどだ。でも真面目すぎる直樹は私の生活にまで口を出すようになった。直樹、今日の勉強はなしよ。突然どうしましたか？私、遊びに行くの。こんな夜にですか？未成年が外に出るのはうなずけません。みんなやってるんだもの。私だけダメってことはないでしょ？ダメです。どうしても行くというのなら、俺もついていきます。保護者同伴なんて嫌よ。かっこ悪いじゃない。では、行かないという選択をしてください。直樹は、私のやることなすことを否定してくるため、私は直樹を煙たがるようになっていた。彼の目を盗んでは、勝手に外を出歩き、帰ってくると怒られるという生活になる。どうして言うことを聞けないんですか？危ないからダメだと言ったではないですか。私ももう大人なのよ。あんたに指図される覚えはないわ。指図なんてしてません。心配してるんですよ。子供じゃないんだから放っておいて。プライベートまであんたといるだなんて息が詰まるのよ。私が一方的に直樹を怒鳴るということが多くなった頃、私は大学を卒業した。私は当然父の会社に就職し、同じく就職していた直樹が私の秘書となってしまう。パパ、嫌よ。直樹が私の秘書だなんて。幼い頃から一緒にいるし、ちょうどいいと思ったんだがな。嫌よ。別の人にしてちょうだい。これ以上直樹と関わりたくなくて、私は父に直談判しに行った。私に甘い父であれば、私のお願いを聞いてくれると確信していた。レイコ、私が頼んだんですよ。え？お母さん？レイコにちゃんと意見が言えるのは、直樹くんだけですもの。直樹くん、レイコのことよろしく頼むわね。大学を卒業して、やっと直樹のお小言から解放されると思ったら、社会人になってまで直樹につきまとわれると思うと、うんざりした。お父さん、やっぱり考え直してよ。私の楽しい社会人生活が、直樹のせいで台無しになっちゃう。では、条件付きはどうだろう。レイコが仕事に慣れるまでの間ということで。父の言葉に私は承諾してしまった。直樹と離れるために、私は早く仕事に慣れようと必死で働く。仕事に慣れ始めた頃、父が私に縁談の話を持ってきた。写真に写っている男性は取引先の社長の息子であり、とても優しそうな雰囲気だった。レイコ、一度会ってみないか？まあ、食事をする程度ならいいわよ。一応私だって社長令嬢ということは心得ている。私が大人になったら、見合いの一つや二つはあるんだろうと思って覚悟していた。私が了承すると、父はすぐに相手方に連絡をした。次の休みにディナーをという約束だった。縁談ですか？そうよ。モテる女は辛いわね。直樹に話すと何とも言えないような表情をした。いぶかしげというか、悔しそうというか。どんな男性なんですか？まだ会ったことがないから知らないわ。今度ディナーに行くのよ。ディナー、その時は送って行っても構いませんか？いいわよ。言っとくけど、何の口出しもしないでよ。ディナー当日、待ち合わせのレストランに高級車で向かう。レストランの入り口の前には、スーツ姿の男性がこっちを向いて立っており、私の姿を見るなり近づいてきた。直樹が車の扉を開けると、私に向かってバラの花束を差し出してくる男性。坂田玲子さんですか？ええ、私が玲子です。やっぱり、写真よりもお綺麗です。俺は豊川真二と言います。お会いできて光栄です。この男性が縁談の相手らしい。紳士らしい振る舞いをしており、第一印象は悪くなかった。手を取って歩いてくれたり、座るときは椅子を引いてくれるなど気遣いができて誠実そうな雰囲気である。ちょっとキザなところがたまに傷だけど。またお食事に誘ってもいいですか？
喜んで、私はそれからシンジと何度かデートするようになった。デートの行き先はいつも私が行きたいところに連れて行ってくれて、私のわがままも喜んで聞いてくれる。ねえ、喉が渇いたわ。じゃあ、どこか喫茶店に入りましょうか。ねえ、荷物を持ってくれない？俺が荷物持ちになりますよ。何でも言うことを聞いてくれるシンジは居心地が良く、次第に私は惹かれていく。デートの後は寂しさを感じてしまい、次はいつ会えるのかと日付を確認してしまう始末だ。直樹はシンジのことが気に入らないのか、私に何やら良くないように言ってくる。レイコ、あまりあの男を信用するのは良くないと思いますよ。あら、やきもち？私が他の男といるのが気に食わないんだ。そうではありません。あの男はレイコにとって悪影響ですよ。しかし、直樹の小言はどうでもよかった。誰が何と言おうとも、私が思っていることがすべて。私はこんなにシンジのことを思っているけど、あの人は私のことをどう思っているのかしら。私の口からは恋する乙女のような一言がこぼれる。一途に相手のことを思ったことがない私にとって、これは初恋であり、相手の気持ちが知りたいと自然に思い口に出していた。当然近くにいた直樹が聞き逃すはずもなく、少し考えるような素振りを見せる。レイコ、それならば俺がとっておきの方法を教えて差し上げますよ。本当？さっきまで直樹の言葉など全く興味がなかったというのに、私は食いついた。勉強ができる直樹なら何か方法を知っているのではないかと、私は期待に胸を膨らませる。レイコ、相手に嘘をついてみるのです。嘘？ダメよ。そんなの嫌われちゃうじゃない。嫌われませんよ。悪いことをわざと教えて嘘でしたと言うんですから。確かにシンジならば、その程度の嘘なら笑って許してくれると思った。私は直樹から本当の気持ちを知る方法を直樹から教えてもらい、それを実行に移すことにした。イメージトレーニングもバッチリ行い、あとは本番となる。いつにも増して緊張と期待が私を包み込んでいるのが分かった。約束のデートの日、私はいつも通り直樹の運転する車から降りた。目の前にはシンジが小さく手を振って待っている。私は少し不安に思いながら直樹を見ると、こちらも笑顔で私を送り出してくれた。美味しいディナーのはずなのに緊張しているのか、私は味を感じることができなかった。少し会話をしながら、私はタイミングを見計らう。レイコさん、いつもより口数が少ないけれど、料理が口に合いませんでしたか？いえ、とても美味しいわ。心配そうに私を見てくるシンジに、ある意味状況は整っていると判断。嘘を真実のように見せるために、私は演技をした。ちょうどいつもより口数が少ないということにより、暗い雰囲気になっているだろう。今しかないと私は口を開いた。実は、父の会社が倒産してしまったの。私は嘘をついた。何よ？嘘ですよね？本当なの。さっき父から急に言われて、私驚いちゃって。私は白々しく顔を覆い、泣く演技をする。私って意外と演技が上手かもしれない。さて、今のは嘘だと口を開こうとしたその時、顔を上げると私を冷たく見下ろすシンジがいた。さっきまでの優しい雰囲気は全くなく、私を蔑んだような目で見下ろしている。は？お前が社長令嬢じゃないなんて、マジで無価値なんだけど。シンジ？何を言ってるの？あまりの空気の変わりように、私は嘘だと言いそびれてしまった。シンジは立ち上がると、置かれている口の開いたワインボトルをつかむ。媚び売る必要もなくなったわ。お前はもう用なし。ボトボトという音が響き、私の体を液体が伝う。シンジは私の頭の上でワインボトルを傾けた。当然中身が入っていたそれは私にかかり、服を赤く染め上げていく。何するの？
一般人になったお前にはもう何の価値もないわけ。お前のわがままに付き合ってやった俺の貴重な時間を返してほしいわ。私のことが好きじゃなかったの？んなわけねえじゃん。金持ちだから仕方なく付き合ってやってたの。まさか自分が好かれてるって思ってたわけ？私の言葉にシンジは鼻で笑う。誰がわがまま放題な女好きになるかよ。金があるから仕方なく言うこと聞いてやってたの。金がないお前なんてゴミ同然だね。今まで優しかったはずのシンジの態度が全く違ってしまってショックだった。彼は社長令嬢である私のことが好きで、私自身が好きというわけじゃなかったということに目の前が暗くなっていくのを感じる。そうか、直樹が相手の本心がわかるって言ってたのはこのことだったんだ。私、騙されていたんだ。それなのにバカみたいに浮かれて、ワインで濡れた自分が惨めで、私は一歩も動けなくなってしまった。私は今まで誰にでも強気でいたはずなのだが、ここまでひどい対応をされたことがなく、どう反応したらいいのかわからなくなってしまう。悔しさと悲しさから涙がこぼれそうになってしまうが、それを残り少ないプライドでなんとか耐える。人って本当にひどいことをされると何も考えられなくなるんだ。私は毅然に振る舞おうとしたが、小刻みに手が震えていた。そんな私のところに聞き慣れた足音が聞こえてきて、うつむきながらもそっちへと視線を動かす。大丈夫ですか、レイコ。すっかり汚れてしまいましたね。直樹は持っていたハンカチで私の頭から服までを優しく拭いていく。ハンカチでは汚れをすべて取ることができず、直樹は店員に声をかけた。すみませんが、タオルをいただけませんか？この最低な男にワインをかけられてしまいましてね。直樹に声をかけられた店員は急いで奥へと引っ込むと、大きめのタオルを持って現れた。タオルは頭からかぶせられ、体は優しく包まれる。誰からも見えなくなったということで、我慢していた涙が溢れた。倒産という話は嘘なのですが、まさか本気にするなんてね。嘘？でもそっちの経営は傾いてるって親父が言ってたぞ。遅かれ早かれ倒産すんだろうな。そんな娘が後継ぐんだからよ。私は仕事にあまり興味を持っておらず、父の会社の経営が傾きつつあるというのを初めて知った。こいつの秘書だっけ？あんたもこんな奴に使われてかわいそうだな。同情するよ。わがまま三昧でよ。ほんと苦痛でしかなかったわ。言いたいことはそれだけですか？私は聞こえた声にぎくりとなった。直樹から放たれたのは今までにないほどの怒気が含まれている。やけに丁寧な口調からは冷たい印象を受けた。なんだよお前偉そうに。たかが秘書の分際でよ。俺は社長の息子なわけ。わかる？お前とは住む世界が違うんだよ。お前なんか俺の一言でひねりつぶせるんだよ。お前の会社を潰す。さっきまでの丁寧だったはずの直樹の口調はどこへやら。直樹の丁寧な口調しか聞いたことのない私は驚き、泣いていることさえ忘れて直樹を見上げる。お前の会社を潰すと言ったんだ。秘書風情が潰せるとでも思ってんのか？潰せるよ。俺、お前の会社の大株主だからな。実は、直樹は株のトレードをしており、シンジの会社の大株主だという話をした。つまり、直樹の行動によって、シンジの会社の今後が左右される。マジかよ。お前、そんなことしていいと思ってるのか？いいも悪いも、こんな奴が次期社長となったら、会社の将来が不安なんでね。現社長がここまで大きくした会社だから、投資する価値はあると思ってたんだけど、俺の見込み違いだったな。おい、頼むよ。さっきのは冗談。そう、冗談だったんだよ。な、レイコちゃん。俺ってたまに冗談が行き過ぎちゃうことあったよな。シンジがごまかそうとした瞬間、
直樹は私のグラスに入っていたワインを彼にぶっかけた。それほど飲まれていなかったワインの量はそれなりにあり、シンジの頭からポタポタと滴る。お前、本当みっともないよ。お前こそ用なしだ。とっとと帰れ。直樹はシンジに冷たく言い放つと、私を連れてレストランを後にした。帰りの車の中で直樹は何も言わなかった。ただ、私の好きな曲を静かにかけてくれて、私が泣き終わるのをじっと待ってくれていた。家に帰ると、私の惨状を見た屋敷のみんなは悲鳴を上げた。父に至っては、シンジの会社にまで乗り込むと意気込んでおり、母に止められていた。私がお風呂に入った後には、美味しそうなデザートが用意されており、従業員のみんなが私を励まそうとしているのがわかる。私はこんな素敵な人たちに囲まれていたのに、今まで私が取った態度はなんてひどいものだったろう。一口甘いお菓子を口に入れると、みんなの優しさを感じて、ほんのり苦い味がした。そして、また涙が出た。みんなのおかげで傷ついたはずの心が癒されるような気がした。本当に潰すなんて。当然じゃないですか。私の大切な人を傷つけたんですから。このくらいでも甘いと思ってますよ。直樹の手腕で、シンジの会社は潰れてしまい、多額の借金を負うことになってしまった。父は、シンジの父親に泣きつかれたらしいのだが、私に対する息子の扱いがひどかったということで、断固拒否。シンジも会社に謝罪してきたらしいのだが、警備の人によって中にまで入れなかったらしい。売った株で手に入れたお金で、直樹は傾いていた父の会社を再建させた。以前よりも会社の経営もうまくいっており、すべて直樹のおかげと言ってもいいだろう。直樹の株取引の手腕はかなりのもので、多額のお金を儲けていた。本来ならば自分で起業できる実力も資金も持っていたが、直樹は今も私の秘書として働いている。自分の会社を起こそうとか思わないの？玲子が会社を起こすというのならついていきますよ。私は恥ずかしくて直樹を直視できずに目をそらした。窓の外には大きな青い空が広がっている。今まで私って何にも分かってなかったのね。人の気持ちも会社のことも。今まで私は周りを見ようとしなかった。周りの人も自分の環境も当たり前のようにあると思っていたけど、決して当たり前じゃない。両親や周りのみんなの温かさで私を守ってくれていたんだ。それを当然と思って生きてきた私。私は今までのわがままな態度を深く反省している。相手に不快に思われないように、大人として、次期社長として、きちんとした振る舞いを身につけようと思っている。そして、直樹のおかげで立て直された会社を守っていきたい。会社の経営、頑張らないとな。俺がいますので大丈夫ですよ。そうよね。うまくいくわよね、きっと。これからは私を大切にしてくれた人たちのために生きよう。きっとどんな困難でも乗り越えていけるだろうから。お前みたいに作業服着てるやつって汚い小銭ばっか持ってくるんだよな。昼間っからふらついてる暇人なんて時間余ってるんだから最後でいいだろ。手続きしてやるだけありがたいと思うよ、貧乏人が。おとなしく待っとけ、クズが。声をかけた銀行員は俺の姿を見ると汚いものを見るような目をしていった。俺は工事現場の仕事の後、急いでいたので作業服姿のまま銀行にやってきた。だが銀行に来てかれこれ3時間以上も待っている。俺の後から来た人は
続々と呼ばれているのに、一向に俺の番がやってこない。まさか俺が作業服を着ているから順番が後回しにされているのだろうか。人は見かけで判断してしまうことがある。しかし、それをあからさまに態度に出すのはどうなのだろうか。言い返そうとしたとき、奥の部屋から支店長が現れた。これは。俺に向かって丁寧に頭を下げる支店長に、今まで俺を見下していた男が驚いたように目を見開いた。この方は、お前、まさか知らないのか？支店長が告げた俺の正体に銀行員の男は顔を真っ青にしたのだった。俺は足立祐介21歳。小さい頃、同級生たちが将来の夢を語るたびに、俺は虚しい気持ちになったのを覚えている。彼らは好きなことをやりたいと希望を持っているのに、俺はすでになるものが決められていた。あれになりたい、これをやりたいと口々に自由な夢を語る同級生たちが羨ましくて仕方がなかった。将来なりたいものがあったわけではないが、自分で決められないということが嫌だったのだ。それに、親父も職人気質で頑固者だった。冗談で俺がサラリーマンになりたいと言ったら、このバカ者が、お前はこの家の人間なんだ、わきまえろ、と怒鳴られた。すべてが決まりきっている人生がとてつもなくつまらないものに思えた。俺はそんな人生も将来を押し付ける親も夢を語る周りも嫌で、いつしか荒れた生活を送るようになっていた。高校生になる頃には親の言うことが尺に触り、イライラのはけ口として喧嘩に明け暮れた。周りからは腫れ物扱いされ、時には警察のお世話になることもあった。呼び出しがかかるたび、親は俺をきつく叱り、そして俺が反抗してイライラをよそにぶつけるという負の連鎖ができてしまっていた。この頃はどこで育て方を間違えたのかと、両親が喧嘩することも増えて、家庭環境は悪かった。そんな家にいるのが嫌で、俺は近所に住むじいちゃんばあちゃんの家によく転がり込んでいた。小さい頃、両親が働いている間は、この家でほとんど過ごしていた。学校から帰るとばあちゃんと一緒に過ごし、じいちゃんが帰ってきたら一緒に夕飯を食べる。宿題をやったり、じいちゃんと一緒に風呂に入った後、自宅へ帰ることが多かった。そのせいか、俺は今でもじいちゃんばあちゃんが好きだった。何より親のように口うるさくもないからよい。二人は俺の見た目がやんちゃになっても変わらず孫の祐介として接してくれた。ばあちゃんはいつも優しくて、じいちゃんも祐介はいい子だからと口癖のように言う。俺のどこがいい子なんだよ。恥ずかしさのあまりぶっきらぼうに言う俺にも二人はニコニコと笑顔を浮かべてくれていた。どんなにやんちゃしても最悪の事態に手を染めなかったのは二人がいてくれたおかげだと思っている。高校を卒業したらこの家に住んで二人の手伝いをして過ごそうかと考えた。じいちゃんばあちゃんを支えられるなら介護の道もありなんじゃないかと本気で思い始めていた。そんなある日、いつものように路地裏で仲間と集まっていると、ポケットに突っ込んでいたスマホがブルブルと震え出した。メールかと思ったが、長引く振動にようやく電話だと気づく。面倒だな、と思いながらディスプレイを見てみると、そこにはばあちゃんの名前が表示されていた。ばあちゃんは機械に疎いせいでメールを打つのに時間がかかるからと、些細なことでも電話をかけてくる。また買い物でも頼まれるのかと思い、のんびりと電話に出た。もしもーし、ばあちゃん？今日の夕飯何？祐介。のんきな口調の俺とは反対に、
電話口のばあちゃんは切羽詰まっていた。いつもおっとりして優しいばあちゃんのこんなに焦った声は初めて聞いた。どうしたのと聞いた俺に返ってきたのは、じいちゃんが倒れたという一言だった。驚きのあまり言葉に詰まる俺に、ばあちゃんは病院の名前を告げると、他にも連絡するからと電話を切った。突然の展開に理解が追いつかない。じいちゃんが倒れた。だなんて。混乱する頭がようやく事態を理解し、俺は弾かれるようにその場から駆け出した。その時の俺は学生だったこともあってタクシーを使うだなんて発想はなかった。ただひたすら街中を全力疾走した。息も上がり、汗だくになりながらようやくたどり着いた病室。弱々しくベッドに横たわるじいちゃんを見たとき、ひやりとしたものが背中を伝った。いつも元気に笑っていたじいちゃんの顔色は遠目から見ても悪いのが一目でわかる。機械から伸びたチューブが何本も体に刺さっていて、呼吸するたびにヒューヒューと喉が鳴っていた。じいちゃん。急いでベッドのそばに近寄ると、じいちゃんはにこりと力なく笑った。おお、ゆうすけ。伸ばしかけた手は持ち上がらないのか、少しだけ浮いてすぐに力なくベッドに戻された。俺はその手を両手でそっと包み込む。じいちゃんの手はピクリと動いたけど、握り返してくれることはない。そんな情けない顔するな、ゆうすけ。じいちゃん、そんな。行かないでくれ。とは怖くて声に出せなかった。ゆうすけ、お前はいい子だよ。自慢の孫だ。嬉しそうに言うじいちゃんに俺は首を振る。俺はいい子なんかじゃない。出来の悪い孫だ。自分の人生、好きにしていいんだ。大切に生きなさい。じいちゃんの言葉に俺は何も返せなかった。その後、親父もおふくろも病院に駆けつけたが、その頃にはもうじいちゃんは昏睡状態になっていた。俺は毎日見舞いに行ったが、じいちゃんは日に日に弱っていく。かつて職人としてたくましかった腕は、今はもう枝のように細くなっている。シワの刻まれた手を握って、俺は柄にもなく神に祈った。どうか、じいちゃんが元気になりますように。もう喧嘩もしません。家にも帰ります。いい子にします。俺の幸せ全部じいちゃんにあげます。だから神様、じいちゃんを助けてください。しかし、俺の祈りも虚しく、じいちゃんはそのまま帰らぬ人となってしまった。後から聞いた話だが、退職してから心臓を悪くしていたらしい。それが悪化し、高齢なのもあって、最後は静かに息を引き取ったようだ。ばあちゃんも、両親も、俺も、全員が泣き晴らした。みんなじいちゃんが大好きで、その喪失感はあまりにも大きかった。葬式が終わった後、俺はなかなかじいちゃんの家に行くことができないでいた。行くと、もうじいちゃんがいないということを実感してしまうから辛かったのだ。何もやる気が起きず、漠然と過ごしていたある日、ばあちゃんから呼び出された俺は、久しぶりにじいちゃんたちの家に出向いていた。見慣れない仏壇がある今で、ばあちゃんはあるものを取り出して俺に手渡した。作業服？広げたそれは胸の部分に足立と刺繍が入れられた真新しい作業服だった。これは親父がやっている工務店の制服でもある。工務店はじいちゃんが一人で立ち上げ、親父に受け継がれていた。親父も俺に継がせると言っていて、それが嫌で仕方がなかった俺はずっと反発してきた。そんな俺を見たじいちゃんは、ゆうすけは継がなくてもいい。
やりたいことをやれと言ってくれていた。でもね、ばあちゃんが仏壇の写真を寂しそうに眺める。いつか、ゆうすけがこれを着てくれたら、ってこっそり準備してたのよ。継ぎたくないという俺の気持ちも理解できる。だけど、いつか同じ作業服を着るのが夢なのだと用意してくれていたらしい。じいちゃんは最後の最後までそのことを秘密にしていた。挙句には俺の人生だから好きにしていいとそう言ってくれた。じいちゃん。家のじいちゃんは作業服に身を包んでとても良い笑顔を浮かべていた。その顔は誇らしげでめちゃくちゃかっこいい。ばあちゃん、俺決めた。俺、この服が似合う職人になるよ。決められた人生だから嫌だ、と言い訳して逃げるのはやめた。じいちゃんも親父も誇りを持ってこの仕事をやっているのは知っている。俺も二人の背中に追いつきたい。そう思った俺は実家の工務店で働くことを決意した。家に帰った俺はだらしなく伸ばしていた金髪を丸坊主にした。それからじいちゃんが用意してくれた作業服を持って帰宅した親父に働かせてほしいと直談判した。今まで散々反抗してきた俺が急にそんなことを言い出したものだから親父もお袋も大層驚いていた。俺は工務店を継ぐことに対して思っていたこと、じいちゃんにもらった作業服のこと、本気でやりたいことなどを親父に伝えた。しかし、親父はそう簡単には首を縦には振ってくれない。もちろん、一筋縄ではいかないことは分かっていたので、俺は根気強く働かせてほしいと頭を下げ続けた。たとえ今日はダメでも、明日も明後日も、親父が認めてくれるまで俺は頼み込む覚悟だった。一体どれだけ押し問答を続けただろうか。はじめは現場を知るところからだぞ。そう大きくため息をついた親父に、俺は勢いよく頭を下げた。その次の日から、俺は工務店で働き始めた。と言っても、親父の言葉通り、工事現場での作業が初仕事だった。もちろん、俺に専門的なことができるわけがなく、資材運びが主な業務内容だ。最初は役に立たない上に、どこからか社長の息子であるという話が広まり、お荷物扱いをされていた。上下関係が厳しく、先輩には足手まといだと怒鳴られる毎日だ。正直、辛くてくじけそうな時もあったが、その度にじいちゃんの顔を思い出して踏ん張った。やれることは何でもやって、勉強できることは覚えるよう努力した。そんな日々を過ごしていくうちに、いつしか任せてもらえる作業も増えて、先輩たちにも目をかけてもらえるようになっていた。そうしてついに初めての給料日を迎えた。今までろくにバイトもしてこなかった俺は、妙にそわそわしてしまう。親父からは、大した額じゃねえから期待しすぎんな、とからかい交じりに言われたが、それでも俺にとっては十分だった。初めて給料をもらったとじいちゃんに報告もしたいし、ばあちゃんにも夕飯をご馳走すると約束していた。その日は運よく仕事が早く終わり、昼前にはもう帰ってよいと言われた俺は、その足で銀行に向かった。ばあちゃんと約束している時間まで余裕があるし、サプライズでプレゼントも用意しようと思いついたのだ。一度帰ると遠回りになるので、俺は銀行で給料を下ろしてから着替えに帰ろうと思っていた。給料日のせいか、銀行は窓口も ATM も混み合っている。ATM は外まで行列ができていたが、窓口の方は座って待てそうだったので、俺は番号札を取って待つことにした。時刻はちょうどお昼を過ぎた頃で、俺の番号まで待ち人数はそれほど多くない。
きっと1時間もあれば帰って出かけることもできるだろう。俺は空いた席に座って呼ばれるまでスマホをいじって時間を潰すことにした。SNS を見たり、メッセージを返したり、適当な暇つぶしをしていたが、一向に呼ばれる気配がない。さっき順番を確認したときは、あと2人というところまで来ていたのだが、現在の呼び出し番号は俺より後の番号になっていた。俺は呼び出しを聞き逃してしまったのかと思い、カウンターの隅で作業していた男性に声をかけた。忙しいところすみません。番号過ぎちゃったみたいなんですけど。そう言って、持っていた番号札をその人に見せる。すると、作業していた男性は、俺を見た途端、にこやかな笑顔を消し去った。ちらりと番号を確認して、順番にお呼びしてますんで。と、投げやりに言う。もう、この番号過ぎてますよね。このまま待ってたらいいんですか？俺は銀行の窓口に不慣れだ。だから聞いたのに、男性はめんどくさそうにため息をついた。手続き内容によって前後することもありますんで、席でお待ちください。という男性はもうこちらを見ずに手元の書類に視線を落としながら答えた。その態度に少しイラッとして、つい名札を確認してしまう。彼の胸には川田というネームプレートが光っていた。給料日で忙しいのはわかるが、ここまであからさまな態度を取られるとさすがに腹が立つ。どうか俺の番は川田に当たりませんように、と思いながら言われた通りしばらく待つことにした。前後すると言っても、もう10人近く後の番号が呼び出されている。すぐに呼ばれるだろうと思っていたが、俺が待ち始めてから番号札を取った人たちがどんどんと呼ばれていく。さっき川田に聞いてからもう30分以上待っているので、今度はロビーにいた案内係の人に尋ねてみることにした。すると確認してくると言った係の人は一度カウンターの向こう側に消えていった。俺がここに来てからすでに2時間以上が経っている。そろそろ帰って支度しないとプレゼントを買いに行く時間がなくなるな、と思っていると、係の人が帰ってきた。現在、大変混み合っておりまして、お時間を頂戴しております。今しばらくお待ちください。そう言って、申し訳なさそうに頭を下げられる。さっきの川田とは違って、丁寧な態度に、もうしばらく待ってみようという気になった。俺は再び席に座って順番を待つ。だけど結局は銀行が閉まる15時まで俺は呼び出されることはなかった。新規の受付は終わり、あとは呼び出しを待つだけの人しか残っていない。預金の引き出し関係は待ち人数はゼロになっているのに、相変わらず俺は無視されているかのように待たされていた。もう3時間も待っているのに、順番が前後しているなんてさすがにおかしな話である。これならさっさと ATM に行けばよかった。しかし ATM の方は未だにすごい人が並んで待っている。今から並び直すのはためられたので、俺は再び川田に声をかけた。もう3時間待ってるんですけど、まだですか？あなたが席で待ってろって言ったんですよね。と聞くと、川田は、ふん、と鼻で笑った。どうせ、小銭のやりとりだろ？こんな忙しい時に、鬱陶しくて迷惑なんだよね。いきなり、馬鹿にしたような口調で言われて、俺は唖然としてしまった。お前みたいに作業服着てるやつって、汚い小銭ばっか持ってくるんだよな。昼間っからふらついてる暇人なんて、時間余ってるんだから最後でいいだろ。手続きしてやるだけありがたいと思えよ、貧乏人が。おとなしく待っとけ、クズが。だと、てめえ。ついカッとなって、
川田の胸ぐらにつかみかかると、奴はひっと情けない声を上げる。拳を振り上げそうになったが、瞬間じいちゃんの顔が思い浮かんだ。ゆうすけはいい子だから。俺ははっとして拳を収めた。すみません。と川田から手を離す。川田は忌々しそうに咳払いをした。これだから、底辺は野蛮で嫌なんだよ。ああ、やだやだ。すぐ感情的になって、理性のかけらもありゃしない。おまけに、金もないなんて最悪じゃないか。俺のことを見下してくる川田では話にならない。他の人に対応してもらおうと思ったとき、先ほどの騒ぎを聞きつけたのか、カウンターの奥からスーツを着た年配の男性が急ぎ足でやってきた。ピシッとしたスーツに身を包んだ男性は、俺を見るなりにこやかな笑みを浮かべた。これは、足立建設の。あ、支店長、どうも。やってきたのは、この銀行で一番偉い支店長だった。俺は見知った人が来てくれて、ようやく話ができると内心ほっとした。挨拶を交わす俺たちを見た川田は、ぎょっとしたように目を見開いている。支店長、こちらの方とお知り合いで？恐る恐る聞いた川田に、今度は支店長が驚きに目を見開く番だった。こちらは我々がお世話になっている足立建設のご子息だ。お前、足立建設さんの作業服でわかるだろ？まさか知らないなんて言わないよな。と言わんばかりの支店長に川田は顔を青ざめさせた。ご子息様？足立様、どうぞこちらへ。支店長に促されるまま、俺は奥の部屋へと案内された。応接室の立派なソファーに腰掛け、温かいお茶まで用意される。お待たせして申し訳ありません。先ほどはどのような件で川田とお話をされていたのでしょうか。向かい側に座る支店長の横で、一緒に連れてこられた川田は肩身が狭そうに座っている。俺は昼過ぎに預金を下ろしに来たことから、わざと後回しにされて待たされたこと。川田が服装で貧乏人だと見下してきたことや、つい掴みかかってしまったことをすべて正直に話した。俺の話が終わると、支店長は、申し訳ありません。とテーブルにつきそうな勢いで頭を下げた。どうやらこの川田という男は最近移動してきたばかりらしい。顧客の把握ができていないのは仕方ないにしても、客によって態度を変えるなんていかがなものだろう。作業服を着ているからといって、勝手に人を判断して見下すのはどうかと思います。足立様のおっしゃる通りでございます。誠に申し訳ございません。と支店長が頭を下げる中、当の川田は青ざめた顔でうつむいているだけだ。きっと川田は悪いことをしたという自覚がないんだろう。ただ怒られることを恐れ、お咎めに怯えているだけに見えた。今回のことは父にも相談させていただきます。俺の言葉に支店長は、それだけは、どうぞ穏便にお願いいたします。申し訳ございませんでした。と頭を下げ続けた。じいちゃんが始めた小さな工務店は、その手腕もあって、どんどん大きくなっていった。今では、足立建設としてビルの工事から公共事業まで請け負う立派な大企業になっている。会社の主な取引先はじいちゃんの頃からよくしてもらっているこの地元密着の地方銀行だ。うちが取引をやめたら銀行にとって大損害になるということは俺でもわかる。俺たちはこの作業服に誇りを持っています。だから、
この作業服を見下した川田は許せない。ほら、川田、ご子息に謝罪しなさい。申し訳ございませんでした。支店長と川田は俺に土下座をしてきた。ここまでされるとなんだかしらけてしまう。もういいです。今後は自分だけじゃなくて来る人全員に同じ態度で接してください。でも今日のことは父に報告させてもらいます。俺は手続きしてもらったお金を財布に入れると銀行を後にした。あの後、俺はなんとかばあちゃんのプレゼントを用意することができて、約束した夕飯も一緒に食べに行けた。俺が買ったのはじいちゃんとばあちゃんのペアグラス。俺はペアグラスの片方をじいちゃんの仏壇に備えた。二人がこっそり夫婦茶碗を使い続けていたのは知っている。ばあちゃんは細工が細かいものが好きだったし、じいちゃんは職人が手掛けた品物が好きだった。だから、この色違いの切子グラスを見たとき、二人にぴったりだと思ったのだ。じいちゃんが大好きだった酒はまだ買うことができないので、俺が成人した時にはこのグラスで酒をお供えしたいと思っている。ばあちゃんはとても喜んでくれて、久々に笑ったばあちゃんを見て安心した。親父に銀行でのことを伝えると、案の定大激怒した。怒鳴り込む勢いで銀行へ行き、取引をやめると言い出した。さすがにそこまで言い出すとは思っていなかった俺は正直びっくりした。だが、取引をやめられたら破綻してしまう、と支店長に泣きつかれた父は話し合いをし、例の川田を解雇する代わりに取引は続けることになったようだ。俺は気分が悪かったので、この銀行にある自分名義の口座は解約して、他の銀行に移すことにした。親父やじいちゃんの遺産を相続したばあちゃんも個人の口座を解約し、よそへ移したらしい。個人といっても、特にばあちゃんは数十億円規模の口座を解約したので、銀行側は相当な額を失ったことになる。風の噂で、川田は解雇になった後、銀行の信用を落としただけでなく、損失を与えたとして賠償金を請求されたと聞いた。客を差別し暴言を吐いただけでなく、俺たちの大切な誇りまで馬鹿にしたんだから、きっとそれ相応の報いを受けているだろう。俺の作業服姿を直接見せてあげることはできなかったけれど、じいちゃんとお揃いの作業服を着ている俺のことを天国から見てくれているだろうか。天国で、ゆうすけはいい子だ、自慢の孫だ、と言ってもらえるように、俺もしっかりしなくちゃいけない。写真の中のじいちゃんはいつ見てもかっこいい。じいちゃんに恥じないように、この作業服に恥じないように、自分の仕事に、自分自身に誇りを持って前を向いて生きていこうと思った。その人、新しい彼女さん？また貢いでいるのかしら？私の時みたいに。お知り合いですか？片思いの女性に告白しようと、思い切って予約した高級レストラン。そこで鉢合わせしたのは、別の人を好きになった、と俺を振った元恋人だった。あたしと本気で付き合ってると思った？所詮金づるでしかなかったのに。彼は大企業のエリートなの。彼が送ってくれたクリスマスプレゼント、すごく素敵だったわ。あなたのはしょぼかったけど。新しい彼氏と比べられ、仕事や収入を見下される俺。ついに力ずくで格差を思い知らされそうになった時、ずっと黙っていた彼女が口を開いた。この方をご存じないんですか？
そこで告げられた事実は、元恋人たちを驚愕させた。そして同時に、俺自身までも。ここから俺たちの逆転が始まり、さらなる驚きの事実が次々と明かされるのだった。忙しいんだよ。こっちは年末年始なんて関係ないんだから。とにかく、今年の正月も帰れないから、じゃあね。母からの電話を強引に切り上げるのと、ほぼ同時だった。オフィスから先輩の怒号が飛んできた。おい、山口、いつまで電話してんだよ。さっさと戻ってこい。はい、すみません。一気に現実へ引き戻され、慌ててオフィスに向かって走る。それまで俺の脳裏には、のどかな光景が広がっていた。きっと今は、雪に覆われた。両親が暮らす地元の風景が、最後に帰ったのは、もう何年前だったかな。そろそろ、いい加減に顔を見せないと。そんなことを考えていると、先輩から遅いと再び怒号が飛んでくる。この調子では、やはり今年も帰省はできそうにない。俺の名前は山口湊、28歳。都会のきらびやかな空気に憧れて、大学進学を機に田舎から出てきたはいいが、就活が難航し、やっとの思いで就職できた小さな IT 企業は、もはや笑えるくらいのブラック企業だった。上司や先輩から、恫喝めいた長時間の説教を受けるのは日常茶飯事。残業で終電を逃すこともしばしばで、むしろ終電に間に合えば、やる気が足りないと翌日に叱られる。土日祝日、ゴールデンウィークも、お盆も年末年始も関係なく、ひたすら仕事。そのくせ給料は、俺の地元と大して変わらないという。こんな愚痴をこぼすと、両親にはこっちに戻ってくればと言われてしまう。そうしたいと思う瞬間は、一日に数えきれないほどあるが、辞めたいと会社に言い出せない以外にも、俺には地元に戻れない理由があった。ある日、会社の昼休み、待ち合わせをしていたカフェで、彼女はあからさまに顔をしかめた。田舎なんて無理だな。あたし、虫とかいっぱいいそうだし、絶対退屈だし、一日いるだけでも頭がどうにかなっちゃいそう。はは、そうだよね。田舎に移住するのが流行ってるらしいね、と、なんとなく話題を振っただけでこれだ。とても将来は一緒に地元へ帰ってほしいなんて切り出せない。俺は心の中で今後もブラックな環境に耐え続ける覚悟を固めるのだった。佐藤愛理はもともと会社の受付嬢だった。いかにも都会風のおしゃれで可愛い子がいると、受付の前を通るたび、俺は密かに見惚れていたのだが、ある日、急に彼女の方から声をかけられて驚いた。開発部の山口さんですよね。どうして俺なんかの名前を？毎朝笑顔で挨拶してくれるから、爽やかで素敵な人だなって実は憧れてました。まずはお友達からお願いしますと、はにかんで笑う姿に一瞬で心臓を射抜かれた。間もなく俺から告白して、ちょうど今年のクリスマスが交際1年の記念日。せめて当日くらいは残業を早く切り上げて帰れたら、と俺は淡い期待を抱いているのだった。それより、湊くん、何か忘れてない？もう、あれよ。まさか忘れてたとか言わないでしょうね。愛らしく頬を膨らませて、愛理が俺を睨む。そこで俺は思い出して、通勤バッグから紙袋を取り出した。ごめん。ちゃんと買ってあるよ。やったー。ありがとう、湊くん。大好き。紙袋をぎゅっと抱きしめながら、にっこりと笑う愛理。なんて可愛いんだろう、俺の彼女は。その笑顔を見ただけで、
俺は数週間の苦労が報われるようだった。交際を始めてすぐ、愛理は会社を退職した。ネイリストになりたいという夢があるとかで、その勉強に集中するのだと語って。この頃からだろうか、彼女が突然、やたらプレゼントをねだってくるようになったのは。あのブランドのネックレスが欲しいの。でも今はお金がないから我慢しなきゃ。このバッグかわいい。でも私なんかに似合うかな。愛理は決して俺に買ってとは言わない。俺が根負けして買ってあげるよと言うまで、ひたすら遠回しにアピールを続けるのみ。少ない給料の中、ギリギリまで生活費を切り詰めて、結局いつも買ってあげる俺もどうかと思うが、どうしても彼女の笑顔には勝てない。また、ろくにデートもできないお詫びの気持ちも含んでいるのだった。ところが、今回のおねだりは普段と様子が違っていた。あたしね、クリスマスの夜はここで過ごしたいの。そう言って、愛理がスマホで俺に見せてきたのは、巷で通称夢の国と呼ばれる某大人気テーマパークに併設されたホテルだった。ねえ、いいでしょ？予約してよ、みなとくん、お願い。彼女がストレートに何かをねだってきたことも、もちろんそうだったが、俺が面食らって口ごもった理由は、彼女が欲しがっているもの自体にもあった。そのテーマパークに詳しくない俺でも知っている。よりによって、クリスマスの夜に、そのホテルの予約をゲットするのが、どれだけ大変なことなのか。限定ブランド品の列に並ぶのとは、全く次元の違う話なのだと。残念だけど、もう予約は埋まってると思うよ。せめてもう少し早く行ってくれたら。やだ、泊まりたいんだもん。もう友達にも自慢しちゃったし。そんなこと言ったって。ちらっと予約状況を確認してみたが、当然ながらすでに満室状態。もし予約するなら、これからキャンセルが出るのを待つしかない。それを伝えると、愛理はガタッと席を立ち上がった。愛理？それじゃあお願いね。楽しみにしてるから。ちょっと。にっこりと笑って、強引に話を切り上げて。愛理は一人でさっさと店を出て行ってしまった。残された俺は途方に暮れて頭を抱えるのだった。そして、あっという間に時は流れ。今日はクリスマスの3日前。俺は愛理をカフェに呼び出し、スマホの画面を見せた。これって。愛理は目を見開いて、画面に釘付けになった。それもそのはずだ。そこには予約完了の文字があったのだから。やったよ。とうとうホテルの予約が取れたんだ。昨日の夜。俺も興奮冷めやらず、つい得意げな顔になっているのが自分でもわかった。それだけ、この2週間余りは苦労の日々だったのだ。上司や先輩の目を盗んで、仕事中も予約ページに貼り付いて、ひたすらキャンセルが出るのを待ち続けて、ついに昨日の23時、その瞬間が訪れた。初めてこの会社で働いていてよかったって思ったよ。通信環境だけは抜群にいいから。いや、あの予約ボタンを押す一瞬は人生で一番緊張した。さあ、ギリギリになっちゃったけど、これでクリスマスの予定は大丈夫だね。当日は何が何でも定時で、いや、有給を取ってやる。こうなったら部長の嫌味も先輩の説教も怖くないよ。だけど正直かなり値段が張るんだね。さすが大人気のホテル。あはは、今更だけど足の震えが。ねえ、みなとくん。不意に名前を呼ばれて、はっと我に返る。そして、ようやく気づいた。愛理は全く嬉しそうな顔をしていないことに。どうしたの？具合でも悪かった？ごめん、気づかなくて。
あたし行けない。え？だからクリスマス、あたしは行けないから、みなとくん一人で行ったら？え？愛理が何を言っているのかよくわからない。俺が唖然として固まっていると、愛理は席を立ち上がった。そして、さらに衝撃の一言を放つのだった。あたし、他に好きな人がいるの。は？そのホテル、彼も予約してくれたんだって。しかも一番グレードの高い部屋。みなとくんも頑張ってくれたみたいだけど、やっぱりそれが限界よね。俺のスマホを指さして、愛理は笑みを浮かべた。それは、俺を馬鹿にする顔だったと。気づいたのは、彼女が立ち去った後だった。俺、振られたのか今。その問いに答えるように、やがて愛理は、言い忘れたけど別れましょうというメッセージを送ってきた。それを境に、彼女とは一切連絡が取れなくなったのだった。おい、まだ他の奴が残ってるだろうが、自分だけ帰る気か？その声を無視して、俺はタイムカードを押した。お先に失礼します。お疲れ様でした。おい！まだ先輩が何か言いたげだったが、振り向くことなくオフィスを出る。なんだ、定時で帰ろうと思えば帰れるじゃないか。こんな当たり前のことに、こんな日に気づくなんて、と、おかしくて笑いたいような、それでいて泣きたいような。妙な気分のまま、俺は電車に乗った。こうなったら、いっそ一人でも泊まってやる。でなければ、あれほど頑張って予約を取った自分が、あまりにも報われないじゃないか。ほとんど自暴自棄になって、俺はホテルを目指しているのだった。今日は12月25日、クリスマス当日。電車内もカップルだらけで、自分以外の全員が幸せそうに見える。というか、俺以上に不幸な人間は、今日この空間には存在しないのでは。そう思えるほど自分が場違いに見えて仕方がなかった。ああ、そういえば愛理も泊まるって言ってたっけ。参ったな。ホテルの前に到着してから、そんなことを思い出して焦り始める。もし鉢合わせしたらどうしよう。さすがに気まずすぎる。復縁したくて待ち伏せしていたなんて思われるのも心外だ。愛理ともう一度話したい気持ちがないわけでもないが、ここまで来たけど、やっぱり帰ろうか。すっかり泊まる気も失せてしまって、ホテルに背を向けかけた。その時だった。やだ！やっぱり帰りたくない！お泊まりしたい！すぐ近くから泣いている女の子の大きな声が聞こえる。思わずそちらに目を向けると、俺はハッとして固まった。ミオ？泣いていたのは、俺がよく知っている女の子ではなく、その子にそっくりな幼稚園くらいの小さな女の子だった。もう、近くで見るだけって約束したでしょ？どうしても予約ができなかったの。だから今日は泊まれないのよ。だって、一緒にいる保護者らしい女性になだめられ、女の子がさらに泣きじゃくる。きっと可愛らしい子だろうに、涙と鼻水で顔がぐちゃぐちゃだ。その泣き方まで自分の記憶にあるものとそっくりで、思わず苦笑すると、ついに女性が俺の視線に気づいてしまった。すみません。うるさくしてしまって。ほら、くるみ、帰るわよ。やだ！俺に軽く頭を下げて、女性がくるみと呼んだ女の子の手を引っ張る。けれどくるみちゃんは足を踏ん張ってその場を動こうとしない。どうやらよほどこのホテルに泊まりたいらしい。くるみ、お願いだから。そして女性の困り果てた顔から、くるみちゃんの希望を叶えるため、できる限りのことをしたのだと想像できた。それを見て俺は、よかったらお譲りしましょうか。え？女性がこちらを向いたとき、俺は初めて彼女をはっきりと見た。
年齢は20代半ばくらい。メガネをかけた弁護士や医師だと名乗られれば納得するような、とても頭の良さそうな顔立ち。しかし、不思議と硬い感じはなくて、むしろ柔らかな雰囲気の正直かなりの美人だった。実は二人部屋を予約していたんですが、少々事情があって、もう一人は来ないし、自分も帰ろうかと思って、だから、二股された上、交際記念日の3日前に振られたことは伏せながら、俺は改めて女性によかったらホテルの予約を譲りたいと説明した。受付で頼めば名義変更できると思いますから、どうですか？それはありがたいお話ですが、慎重な性格なのか、女性は考え込むように下を向いた。確かに、見ず知らずの男から、うますぎる話を持ちかけられたら、俺だって躊躇するかもしれない。しっかりした人だと、俺はむしろ女性の慎重さに好感を持った。すると、彼女よりも先に、くるみちゃんが声を上げた。ホテルお泊まりできるの？くるみ？うん。くるみちゃんとお母さんさえよかったら、ここにお泊まりしたい？したい！元気よく手を挙げて、俺に返事をするくるみちゃん。そして、女性のコートの袖をぐいぐいと引っ張った。ねえねえ、いいでしょ、楓ちゃん。もう、くるみ、よろしいんですか、本当に。はい。こちらこそ、もらっていただけると助かります。女性はくるみちゃんと俺の顔を何度も見比べて、しばらく迷っていたが、やがて心を決めたように小さくうなずいて、くるみちゃんと一緒に丁寧なお辞儀をするのだった。では、お言葉に甘えさせていただきます。ほら、くるみも、お兄さんにお礼は？ありがとうございます、お兄ちゃん。ああ、お兄ちゃん。その響きに、俺は密かに胸がズキッと痛んだ。無事に受付で名義変更を済ませると、くるみちゃんはぴょんぴょん跳ねて大喜び。それをなだめながら、女性は宿泊料金を支払うと申し出てくれた。今は手持ちが足りないので、振込先を。いえ、気にしないでください。そうだ、くるみちゃんへのクリスマスプレゼントだと思って。そんなわけにはいきません。いえいえ、本当に。いいえ、大丈夫だと言っているのに、堅くなに料金を払おうとする女性。ロビーで押し問答をしていると、くるみちゃんがお腹空いたと騒ぎ始めた。くるみ、ちょっと待ってね。やだ、もうペコペコだもん。あはは、ペコペコか。実はお兄さんもなんだ。くるみちゃんとお揃いだね。まあ、それでは、せめて夕食だけでも私にご馳走させてください。その申し出はありがたく受けることにして、俺たちはホテル内のレストランへ。そこで初めて知ったのだが、女性、水月楓さんは、くるみちゃんのお母さんではなかった。そうなんですか。すごく仲がいいので、てっきり親子かと。それは、もう1週間くらいずっと一緒に過ごしているので。くるみちゃんは楓さんのお姉さんの娘。つまり、彼女の姪だった。離婚して一人で子育てをしているお姉さんは、現在は約1ヶ月の海外出張中。飛行機が嫌いなくるみちゃんは、こっちに残りたいと言い張ったので、楓さんが預かることになったらしい。姉は忙しい人で、昔からよく面倒を見ているんですが、こんなに長い期間は初めてです。あと丸々1ヶ月ですか。それは大変ですね。姉と違って、私はフリーターなので、時間だけはたっぷりありますから。フリーターだったとは、見た目や生真面目な性格から、失礼ながら意外だと思ってしまった。それを心の中で反省していると、突然ずいっと目の前に何かが突き出された。はい、港お兄ちゃん。それはフォークに刺したハンバーグを、くるみちゃんが俺に差し出してくれたのだった。とっても美味しいんだよ。だから食べて。あはは、ありがとう。いいの？
こら、くるみ、お行儀が悪い。楓さんに叱られ、くるみちゃんは頬を膨らませながらフォークを引っ込めた。だって、お兄ちゃんにあげたかったんだもん。どうして？くるみ、みなとお兄ちゃん好き。だからお友達になりたいんだもん。くるみちゃん。その言葉に、俺は言葉を詰まらせた。そして返事を待っているくるみちゃんに、できるだけ笑顔を作って答えた。ありがとう。俺もお友達になりたいな。ほんと？もうくるみ。わがままを言ってすみませんと、俺に謝りながら、楓さんは不意に柔らかい微笑みを浮かべた。すっかり懐かれちゃいましたね。珍しいです。こう見えて警戒心が強い子なので、人を見る目があるのかしら。そうなんですか。料理に目を落としながら、俺はボソボソと返事をした。笑顔の彼女は、心臓がドキッとするほど綺麗だったから。まだドキドキしていて、まともに顔を見られる気がしなかった。ねえ、みなとお兄ちゃん。お兄ちゃんもお泊まりするの？いや、ホテルには泊まらないよ。せっかくお友達になれたのに、残念だけどお別れかな。そう告げると、くるみちゃんはしょんぼりした顔になった。また会える？それは、先ほどのことがあるので、そっと楓さんの方を伺う。彼女は少し困った顔をしながら、やがてくるみちゃんにうなずいてみせた。そして、微笑みながら、俺の顔をまっすぐに見つめた。山口さんさえよろしければ、また会ってあげてもらえませんか？喜んで。再びドキドキしながら、俺はどうにか返事をした。それから楓さんと連絡先を交換して、くるみちゃんとは必ずまた会おうねと約束して。二人に見送られて、ホテルを後にしたとき、俺は沈んでいた気持ちがすっかり晴れて、前を向く元気を取り戻していたのだった。その週の土曜から、俺は休日出勤をやめた。仕事は金曜の定時までに終わらせ、土日は電話が何十件とかかってこようが応答しない。上司や先輩たちに代わる代わる詰められても、それを堅くなに貫いた。なぜなら、俺には大事な予定があるから。お兄ちゃん！こちらに駆け寄ってくる可愛い足音に、俺も笑顔で振り向いた。1週間ぶりだね、くるみちゃん。元気だった？うん！くるみ、走らないで。それに、まずはご挨拶でしょ？追いかけてきた楓さんの姿を見つけて、俺の胸は勝手に高鳴った。やっぱり今日も綺麗だ。こんな美人と、くるみちゃんがいるとはいえ、一緒に過ごすことになるのだと。毎回のことながら、俺は緊張と嬉しさがごちゃ混ぜになった。毎週土日のどちらかは、待ち合わせして3人で出かける。行き先はくるみちゃんの希望に合わせて、動物園やテーマパークなど、帰りは楓さんが予約していた店によって、彼女がご馳走してくれる。そんな流れが、今回で3回目になる。すみません。毎回、チケット代なんかも出してもらっちゃって。とんでもないです。ホテルの料金に比べたら、くるみと遊んでいただくお礼も含めて、これくらいは当然です。あはは、助かります。正直あれは手痛い出費だった。と俺は思い出して苦笑した。散々愛理に貢いでいたのもあって、少ない貯金にとどめを刺してしまったのだ。土日のどちらかだけでもまともな食事にありつけるのは、他ならぬ楓さんのおかげだ。すると突然、楓さんが歩きながら俺に顔を近づけてきたではないか。え？やっぱり、山口さん少し痩せられました？だいぶお疲れのようにも見えます。そうですね。仕事が忙しくてつい不摂生を。すみませんお疲れのところ。ご迷惑ではありませんか？いえ、そんな。慌てて、そんなことはないと釈明する。くるみちゃんに会えることで、1週間の疲れも癒されている。
むしろ二人には、また月曜から頑張ろうという元気をもらっているのだと。二人、それって私もですか？それは。思わず本音がこぼれてしまったことに、楓さんの指摘で気づいた。まるでくるみちゃんを出しに使っているようで、それが後ろめたくて、バレないように気をつけていたのに、白状するとその通りだ。楓さんに会えることも、最近では心待ちにするようになっていた。はい、そうです。みなつきさん、楓さんにも元気をもらっています。そうなんですね。俺がボソボソとつぶやくと、楓さんもおおよその意味を察したらしい。急に顔を真っ赤にして、慌てて話題を変えた。くるみ、そういえばお遊戯会でダンスをするんでしょ？山口さんにも見てもらったら？恥ずかしいよ。くるみうまくできないもん。じゃあ、今日は公園に行って一緒に練習しよっか。気まずくなった空気をごまかすように、俺もわざと大きな声を出す。地図アプリで検索すると、ちょうど近くに広い公園があって助かった。どうでしょうか。ちょうど天気も晴れなので、楓さんにも意見を求めると、彼女も賛成してくれた。そして、続けて感心したように言うのだった。前から思っていたんですが、山口さんはくるみの相手がお上手ですよね。お仕事で子供と関わる機会が？いえ、ただのシステムエンジニアです。子供と話すなんて、くるみちゃんで十何年ぶりか。そうなんですか？それじゃあきっと子供が好きなんですね。だって、くるみを見るとき、すごく優しい顔をしているから。自分こそ優しい顔をして、楓さんが俺に微笑む。俺はそっと視線をそらして、そういうわけでもと口ごもった。そして彼女たちを先導するように、公園に向かって早足で歩き始めた。この数日後、楓さんから連絡が入った。もうすぐ姉が帰国すると決まった。あまりくるみとも会えなくなるので、最後にもう一度だけ遊んであげてほしいと。最後か。あんなに懐いてくれるくるみちゃんと、もう会えなくなってしまう。その寂しさと一緒に、とうとう俺は決意を固めた。そして、楓さんにはこう返事をするのだった。次に食事をする店は、俺に決めさせてくださいと。やがて約束の日曜日、可愛らしくドレスアップしたくるみちゃんに、楓さんは手を合わせた。ごめんね、くるみ。ちょっとだけここで遊んでいてもらえる？楓ちゃん、港お兄さんと大事なお話があるの。大事なお話？うん。そうらしいんだけど。同じくドレスアップした眩しいほど綺麗な楓さんがちらりと俺の顔を伺う。俺は今更ながら緊張して、そうそうと上ずった声を出しながら、コクコクと何度もうなずいた。今日俺は楓さんに思いを告白するつもりだ。そのために託児所付きの高級レストランを探し、スーツまで着てきた。この格好で行けるのが映画館くらいだったり、こんな頼み事をされたりと、くるみちゃんには申し訳ないけれど、今日を逃したら、もう楓さんとも会えないかもしれない。だから許してほしいと、俺も彼女のように、心の中で手を合わせるのだった。さあ、行きましょうか。ええ。どことなく普段より硬い表情で、俺の後をついてくる楓さん。もしかしたら、俺の目的に気づいているのでは？そう思った途端、ついに緊張はピークに達した。その時だった。忘れられるはずもない声が、背後から投げかけられたのは、やっぱり、港くんよね、そこにいるの。反射的に振り返ると、そこには、隣に男性を連れた、派手にめかし込んだ愛理が立っていた。愛理。お知り合いですか？山口さん。ちょっと。
これから告白しようという女性と、かつて付き合っていた女性が鉢合わせてしまった。気まずいシチュエーションに、俺はしどろもどろでうつむいた。そんな俺をじろじろ眺めると、愛理はふっと鼻で笑った。そっちは新しい彼女さん？こんな店に連れてくるなんて。もしかして、また少ない給料からせっせと貢いでるの？違う。失礼なことを言うな。この人は。ああ、これから貢ぐのね。ごめん。でも、あんまり期待しない方がいいですよ。彼って貧乏なので。にやりと口元だけに笑みを浮かべて、愛理は楓さんに囁いた。そして俺は、ここに来て残酷な事実を知った。言っておくけど、ここにいる彼が本命だったんだから。湊くんは彼と付き合えるまでのつなぎでしかなかったんだからね。私と本気で付き合ってるつもりだった？悪いけど、あんたなんて金づるにしか見えなかったから。ちょっと甘えただけで何でもホイホイ買ってくれちゃって。もったいないけど、簡単すぎて飽き飽きしてたのよね。だから捨てたのよ。ごめんね。呆然とする俺に、別れの真相をベラベラと暴露してくれる愛理。そして自慢げな顔で、隣にいる本命の腕に抱きついた。彼って大手不動産会社の営業マンで、お給料は湊くんの倍くらいあるの。しかも見て、とってもイケメンでしょ？底辺ブラック企業の社畜で、見た目も冴えない貧乏人のあんたとは、最初から勝負にすらなっていなかったのよ。ねえ、あれは最高だったわよね。また見せてくれるでしょ？あのホテルからの眺め。やっぱり私のことが好きなら、あれくらいのプレゼントでないと、安いアクセサリーやバッグなんかじゃなくて。愛理の言葉に、恋人の男ももちろんとうなずいた。ねえ、彼らさっき託児所から出てきたよね。君の元彼って子供がいるの？男はニヤニヤと、意地の悪い笑みを浮かべて、愛理に問いかけた。よく子供を育てる余裕があるよね、とも。そして愛理と同じく、俺をいかにも貧乏臭いだの、捨てられて当然だのとこき下ろし始めた。あら、彼に子供はいないわよ。そっちにいる女性の子供じゃない？まあまあ美人だけど、こぶつきだなんて。やっぱり貧乏だと、そんな女しか捕まえられないのね。そう言い放って、愛理が楓さんを嘲笑った瞬間、俺は体が勝手に動いて、楓さんを自分の後ろに下がらせていた。そして、愛理と男を睨みつけていた。おい、俺のことはどう言ってもいい。だけど、彼女を侮辱するのは許さない。何よ。女の前だからっていい格好するなよ、貧乏人が。たじろぎながら、愛理が男に目配せをする。男は一歩前に出てきて、胸ぐらをつかむ気なのか、俺に手を伸ばしてきた。その時だった。彼は貧乏人ではありません。凛とした声が、男の動きをピタリと止めさせた。声の主は俺をかばうように、男との間に割って入った。楓さん、危ないです。下がって。それに貧乏なのは本当で。何を言っているんですか？山口さん。みなつきグループに貧乏な社員はいませんよ。お給料は業界最高水準。各種手当も充実していますから。え？ポカンとする俺に、楓さんは人差し指を唇に当ててみせた。すると、途端に愛理たちが騒ぎ始めた。みなつきグループ？聞いてないぞ、愛理。でたらめよ。あいつはしょぼい底辺 IT 企業のエンジニアだもん。みなつきグループなんかで働けるわけないでしょ？すぐわかる嘘なんかつかないでよね、こぶつき女が。楓さんを指さして、愛理が思い切り鼻で笑った。しかし、それを待っていたかのように、楓さんは余裕の笑みで、ハンドバッグから一枚の名刺を取り出した。申し遅れました。私の名前はこぶつき女ではなく、こういうものです。え？最初に声を上げたのは俺だった。
なぜならそこに書かれていたのは、リゾート開発をメインに手掛ける、海外にも名前を知られた一流グループ企業の名前、そして常務取締役の文字と楓さんの名前だった。楓さんが水月グループの常務？お世話になっております。俺が驚愕するのと、男が勢いよく頭を下げるのは、ほとんど同じタイミングだった。私はこういうものでして、常務にご挨拶できるなんて大変光栄です。腰を低くして、男が楓さんにうやうやしく名刺を差し出す。楓さんは、それを受け取ることなく一別した。KD 不動産。ああ、確か。ご存知でしたか？うちのような末端の下請けを。ありがとうございます。先ほどまでとは別人のように、へこへこと低姿勢でへり下る男。そんな恋人に、愛理は顔を真っ赤にして怒鳴りつけた。何やってんのよ。その女がどれだけ偉いか知らないけど、私の前でヘラヘラしちゃって、それって浮気じゃない？愛理、お前、水月常務に失礼な口を聞くな。早くお詫びしろ。お前の元彼にも、このバカ女。バカ女？最低。そっちこそ謝りなさいよ。愛理たちは大声で喧嘩を始め、その騒ぎを聞きつけたスタッフが走ってくる。すると、楓さんは呆然としていた俺の手を握った。行きましょう、山口さん。ああ、それと、KD 不動産の方とは、今後の付き合い方を考えさせていただきます。どんな社員が働いているか、とてもよくわかりましたので。固まる男の横をすり抜けて、楓さんは俺を引っ張っていった。そして託児所からくるみちゃんを引き取ると、そのまま俺たちの手を引いて、レストランを後にするのだった。ごめんなさい、嘘をついて。どうしても山口さんを馬鹿にされているのが許せなくて、それと私の素性を隠していたことも。レストランの近くにあった喫茶店で、楓さんは俺に頭を下げた。今まで自分と親しくなった男性は、みんな一流企業を経営する実家のお金目当てだった。しかし、真面目で賢い彼女が思い通りにならないと知るなり、大半の男性が離れていった。残った男性たちも、彼女が次女で後継ぎではないと知った途端、やはり離れていったのだという。優しくしてくれる男性は、みんな裏で何かを期待しているんだって、そう思ったら、好意を素直に受け取れなくなってしまいました。ホテルで山口さんが声をかけてくれた時も、正直、少し疑ってしまって、私や実家の名前を知って、目の前に現れたんじゃないかって。けれど山口さんは、そんな様子をいつまで経っても見せなかった。むしろ、素性を明かしていない私に、とても優しくしてくれて、そんな人に出会うのは初めてで、そんな山口さんだからこそ、くるみも懐いたんだろうと思います。けれど、だからこそ怖くなったと、楓さんはテーブルの上で両手を握りしめた。山口さんは、今まで出会った男性たちと正反対だから、素性を明かしたら、私から離れていってしまうんじゃないかって、山口さんと過ごす時間が楽しくて、関係を壊すのが怖かったんです。だから今まで秘密に。そんなこと、ありえないと俺は断言できた。俺が好きになったのは、真面目でしっかりしている楓さん。くるみちゃんに優しくて、けれど叱るときにはきっちり叱る。そんな楓さんだ。たとえ実家がものすごい貧乏でも、俺はきっと好きになっていた。それだけ彼女自身が魅力的な女性だから、それを伝えようとしたとき、楓さんは俺に右手を差し出してきた。山口さん、よければ本当に水月グループで働きませんか？あなたは信頼できる人です。そう言い切れる相手は貴重だと、私は身をもって学びました。そんな人材を会社に一人でも多く集めたいんです。今は専務をしている、いずれ会社を継ぐ姉のために。楓さん。それと、
ちょうど IT に強い人材も必要で、なかなかリモート化が進まなくて。楓さん、すみません。無理です、と、俺が頭を下げると、楓さんはわかりやすくしょんぼりした。ダメですか？俺は、あなたに信頼されるような人間じゃない。優しくもないし、まして、仕事を任せてもらえるような人間でもないので。そんな、山口さんを見ていれば、私ではなくてもわかります。あなたは。俺も、楓さんに隠していることがあります。それを知ったら、きっと優しいなんて言えなくなりますよ。え？俺は最低の人間なんです。だって妹は、俺のせいで。真実を告げると、楓さんは言葉を失った。きっと彼女は俺に失望したはずだ。それでいいんだろうと、俺は心の中で自分を恨んでいるはずの妹に語りかけた。お兄ちゃんいた！抱っこ！三つ下の妹は喋れるようになった頃から俺にべったりだった。俺の姿が見えないと大泣きするし、俺を見るとにっこり笑う。それが可愛くて、俺も最初は面倒をよく見ていた。けれど、お兄ちゃん待って。どこ行くのお兄ちゃん。連れてってよ。俺は小学校に入った頃から妹を疎ましく思うようになった。どこに行くにもついてきて、そのくせ歩くのが遅いから、イライラして先に行くと大泣きする。両親には叱られるし、友達と遊ぶ時間も減るし、妹のせいで自分ばかり損をしていると、だんだんストレスが溜まっていった。そして妹が8歳の時、とうとうそれは爆発した。お兄ちゃん、ねえねえ、公園に行くの？私も。うるさい！家から追いかけてきた妹を、俺は振り払って転ばせた。いつもうるさいんだよ、お前なんか。大嫌いだからいなくなれ。そんなひどい言葉を妹に投げつけて、泣き出した妹を置いて、俺は自分だけ公園に行った。それから夕方まで遊んで、満足して家に帰ってくると、妹はまだ帰ってきていなかった。港。顔面蒼白になった母が俺を抱きしめたとき、俺は妹が車にはねられたことを知った。俺に怒鳴られたのがショックで、きっと母に泣きつこうと、急いで家に帰っていたのだろう。急に道路へ飛び出してきたと、妹を跳ねた運転手は証言していた。結局、妹は家に帰ってこなかった。あの時、俺が公園に連れて行っていれば、怒鳴ったりせず、歩いて家に帰るよう言っていれば、公園なんて行かず、一緒に帰っていれば。だから、妹が命を落としたのは、妹の命を奪ったのは、俺なんです。たったの8歳だったのに、生きていれば、今頃は楓さんと同じくらいだったのに、俺は取り返しのつかない間違いをしました。だから一生、人に信頼される資格なんてないんです。きっと妹は俺を恨んでいる。両親は港のせいじゃないと言ってくれたけど、本心では俺のせいだと思っているかもしれない。それが怖くて、仕事や恋人を理由にして、ほとんど実家に帰ってこなかった。俺は最低な兄で、最低な息子だ。だから、楓さんやくるみちゃんに優しくしたのも、俺の自己満足なんですよ。いいことをした気になって、少しでも罪の意識を軽くしたい。罪滅ぼしをしたつもりになりたいって。だからって、妹が帰ってくるわけじゃないけど、そう言って自重するように笑うと、楓さんは声を震わせて、違いますと言った。山口さんは悪くない。妹さんだって思っているはずです。そんなに自分を追い詰めないでほしいって。ありがとうございます。そうだと少しは救われるんですが。そうです。だって妹さんは幸せだったと思うから、山口さんのような優しいお兄さんがいて。
ああ、さすがにそれは、妹について何も知らないのに、幸せだったかなんてわかるはずがない。慰めてくれようとするのはわかるけれど、俺は内心、あなたに何がわかるんだと思わずムッとしてしまった。ところが、楓さんが続けて放った言葉は、そんな気持ちさえも一瞬で忘れさせた。山口みおちゃんですよね。妹さんの名前は。え？どうしてそれを？俺は驚愕のあまり、椅子から立ち上がった。なぜなら、楓さんが妹の名前をピタリと言い当てたからだ。私が子供の頃、まだ会社は祖父のもので、後継者修行だと言って、父は全国のあちこちに転勤させられていました。それに付き合って、私や姉も転校ばかりで、あの頃は姉妹揃って祖父のことを嫌ったりしたけれど、祖父のおかげでいいこともあったと、微笑みを浮かべながら、楓さんは語った。いいこと？ある小学校で、クラスメートの女の子と仲良くなれたんです。とっても明るくて可愛い子で、ちょうどくるみと雰囲気が似ているような。その子には3つ年上のお兄ちゃんがいました。すごく優しくて、いつも遊んでくれて、泣いていたら面白い顔で笑わせてくれる。というのは、全部その子に聞いた話です。その子はいつもお兄ちゃんの話ばかりしていたので。楓さん、その子は、その問いには答えず、楓さんは微笑んだまま話を続けた。その子の話にいつも出てくる自慢のお兄ちゃんが、当時は羨ましくて仕方なかった。いつも喧嘩ばかりで、意地悪な姉とは大違い。一日でいいから、交換してほしいくらいだったと。お兄ちゃんのことが大好きだって、いつも言っていましたよ、みおちゃん。その言葉と同時に、目の前にいる楓さんの姿が滲む。そっとハンカチを差し出されて、俺は自分が泣いていることに気づいた。あれ以上に幸せそうな顔は、25年間でまだ見たことがありません。だからみおちゃんは、きっと幸せだったと思うんです。山口さん、みなとさんという自慢のお兄ちゃんがいて。はい。だから、自分を大切にしてください。みおちゃんが大好きだったみなとさんを。その方がずっと喜ぶと思うんです。自分を責めて悲しい顔をしているよりも。はい。それでも最後の瞬間には、俺を恨んだかもしれない。そんな想像と恐怖は、まだ完全には消えていないけれど、俺はいつか自分を許せるかもしれない。そんな希望が初めて心の中に生まれるのが分かった。その時、ソファーで寝ていたくるみちゃんがぬくっと体を起こした。そして泣いている俺を見て、あっと声を上げた。楓ちゃん、ダメでしょ？港お兄ちゃんに意地悪したら。くるみちゃん、大丈夫。意地悪されたんじゃないよ。でも泣いてるよ、お兄ちゃん。俺の顔を覗き込んで、くるみちゃんがきょとんとした。そして小さな手を一生懸命に伸ばして、よしよしと頭を撫でてくれる。痛いの、飛んでけ。ありがとう。優しいね、くるみちゃん。それは、みなとさんが優しくしたからですよ。え？顔を上げると、楓さんは俺の手を優しく握ってくれた。優しさは帰ってくるんです。誰かに優しさをあげた人は、自分も優しさをもらえる。だから、みなとさんの優しさは、ちゃんとくるみに伝わっていました。決して自己満足なんかじゃありませんよ。もちろん、くるみだけじゃなくて、私にも伝わっていますからね。その言葉で、止まりかけた涙が再び溢れてくる。それを見たくるみちゃんもまた声を上げた。もう、今度は誰？お兄ちゃんに意地悪したの。違うんだよ。これは、嬉しい涙なんだ。ほら、笑ってるでしょ？ほんとだ。変なの。泣きながら笑っている俺を見て、くるみちゃんが首をかしげる。それを見て、楓さんも笑った。俺は二人にそれぞれありがとうと伝えるのだった。
ありがとう、くるみちゃん。おかげで元気になったよ。ありがとうございます、楓さん。ミオのことを教えてくれて、ミオと仲良くしてくれて、ありがとうございました。墓参りに行った時は、楓さんのことも話してみます。きっと、ミオも覚えていると思うので、そう伝えると、今度は楓さんの目から涙がこぼれた。そうだったら嬉しいと笑いながら、彼女の涙はいつまでも止まらなかった。だから今度は、俺がくるみちゃんに叱られるのだった。その後、俺は楓さんの誘いを受けて、みなつきグループで働き始めた。前職では、ビデオ通話アプリの運営に関わっていた俺。新しい職場は業務のリモート化を進めており、その経歴は大いに歓迎された。給料も大幅にアップして、残業や休日出勤は強制されないどころか、あまり多いと注意されるほどだ。おかげで俺は心身ともに元気で、生き生きと仕事をしている毎日だ。くるみちゃんは帰国したお母さんと暮らし始めたが、時々会社にも遊びに来ている。お母さん、楓さんの姉で、次期社長である専務も、俺に感謝していると言ってくれた。リモート化が進んだことで、日本にいてもできる仕事が増え、海外出張の頻度を減らすことができた。その結果、くるみちゃんと過ごせる時間が増えたのだと。だからね、もう港お兄ちゃんとあんまり遊べないの。ごめんね。オフィスに来たくるみちゃんが、まるで大人のような仕草で俺に手を合わせる。俺がそれは残念だなぁと苦笑すると、周囲で一斉に笑い声が起こった。ミオも生きていたら、こんな風に兄離れしていったんだろうか。少し切なくなりながら、俺も同僚たちと一緒に笑うのだった。ちなみに、風の噂で聞いた話だが、愛理たちは破局したらしい。みなつきグループに仕事を切られ、KD 不動産の業績が悪化したのが元々の原因。愛理はエリートから転落した恋人を見限り、すぐさま別の男に乗り換えた。ところが、その天罰が下ったのだろうか。新しい恋人は借金まみれで、彼女も騙されて連帯保証人になってしまったという。現在はストーカーになった元恋人の男と、借金取りの両方から追いかけ回されている毎日だとか。そして春が訪れ、ようやく地元の雪も溶けた頃、俺は楓さんと二人で、ミオの墓参りをするために帰省した。ごめん、遅くなって、ようやく会いに来れたよ。ミオが好きだった黄色い花を供えながら、墓石に語りかける。ミオの友達の楓ちゃんも一緒だよ。実はお兄ちゃんも、今は楓ちゃんと仲良しなんだよ、と。久しぶり、ミオちゃん。私のことを覚えてる？楓だよ。少しの間だったけど、仲良くしてくれて嬉しかった。ありがとう。楓さんも、まるでミオがそこにいるかのように語りかけた。一緒に過ごしたのはわずかな時間だったはずなのに、20年近くが経った今でも、ミオを友達として覚えていてくれる。そんなところも好きなんだと、改めて彼女への気持ちを自覚した。その瞬間だった。ねえ、ミオちゃん。私ね、今からお兄ちゃんに告白するわ。え？急に立ち上がった楓さんは、俺のことも手を取って立ち上がらせた。そして、まっすぐに顔を見つめて言うのだった。あなたのことが好きです、と。ミオちゃんに負けないくらい、私も港さんが大好きです。本当はもっと早く伝えるつもりが、いろいろと忙しくて、こんなところでとも思ったんですが、せっかくなら、ミオちゃんに勇気をもらいたくて。楓さん。港さんの悲しい思い出は、引き受けてあげることはできないけれど、せめて泣きたくなった時はいつもそばにいたいんです。あなたの恋人として。俺の手を優しく握って、楓さんは微笑んだ。俺はこれからも、ミオを思い出しては自分を責めるだろう。けれど、その時彼女がそばにいてくれたら、
ミオとの楽しかった出来事を語って、涙の後に笑えるかもしれない。そう思えたから。はい。こちらこそ、あなたのそばにいさせてください。俺がそう言うと、楓さんは満面の笑顔でうなずいてくれた。そして、彼女と共に、俺は10年ぶりに実家へ顔を出すのだった。